さんこんにちは、山崎です。白藤です。今回男子のシート、女子のシートの方の解説を行いたいと思います。基本になる動作なのでしっかり見ていただいて参考にしていただければと思います。私もシートに関しては基本で毎日やってるので、皆さんも頑張りましょう。はい、それでは解説の方に行きたいと思います。行ってみよう。はい、それでは段違い平行棒のスタルダーの解説をしたいと思います。まずはじめに倒立からスタートします。倒立の姿勢、バーの上に必ずしっかり乗っていること、そして今度は少し肩のラインのところに少し線を引きたいと思います。このような形でぜひ行ってもらえたらいいと思います。そしてスタートしていきます。ずーっと行きます。少しバーに対して肩が手首の上にきちっと乗ってる状態で、この肩のラインまで降りてきてもらいたいです。これ大事です。肩はバーの上、腰を水平まで下ろす。そして足先が肩のラインに対して水平のところに入ってくる。ここから入れる動作を行ってください。ここからが大事なところで、体の重力を最大限に下にもらえるところです。体というかボディですね。ボディ全部が下に落ちる。そうすると落ちてきた反動で肩が後ろに落とされます。肩が後ろに乗ってたところから後ろにここに外されていきます。そのタイミングで足を腰を持ってきます。この時に持ってくるのはここですね。持ってきて体をしっかりここでひっくり返らせる。腰足のラインをひっくり返らせる。この感じです。乗って落ちるタイミングでひっくり返らせる。そんなイメージです。そしてしっかりお尻を真下から回転させる。実はここからは腰は近くです。近くに寄せる。そしてぶら下がってきて、この辺から遠くに引っ張られて、ここの辺からはお尻を上げて回す。そして先ほどのバーに対して水平のところ、もしくは意識としてすれば最初あった肩の位置、この幅ぐらいですね。この幅のところまで肩がしっかりギューッと動くこと。ここからぶら下がってお尻を回す。お尻を真下からここまで回すイメージです。肩を水平のバーの位置まで、ちょっと一回消しますね。ややこしくなってきた。もう一回いきますね。ここのライン、もしくは先ほどあったこの辺のラインかな。肩のラインなんでこの辺のライン、ここですよね。真下からここまで動かす意識っていう風に言います。ここからが勝負です。ここがスタート。ここでお尻が動くか動かないかで大きく完成度が変わってくると思います。言い方を変えると、肩が水平まで上がってくるか、もしくはこのお尻が肩の位置まで上がってくるか。その時に重要になるのは胸の姿勢をしっかり遠くに引っ張られる。お尻は上、胸は斜め前ですね。そこから肩の角度と腰のこの角度が最終的に同じタイミングで倒立にできるように両方動いてほしいです。そして倒立になる。ちょっともう一度見てみます。肩に乗せるポイント、水平の位置、近くに寄せる。ここから腰を回す。そしてここからは肩と腰が同じタイミングで倒立になるように注意してもらいたいと思います。こんな感じでシートの方やってみてはどうでしょうか。トレーニングをぜひ積んでもらいたいと思います。すごく私事ですが、規定演技であったりだとか今シートが入っています。その中で倒立にはめるということを意識しすぎてしまって、ここから先に胸が肩の余裕ですね。ここのアーチが欲しいです。含みというか遊びというか、そんな感じがちゃんと欲しいです。そして最終的には肩の角度と腰の角度が同じタイミングで倒立になるようにぜひしてもらいたいと思います。なぜかというと、ここに遊びがないとこの先2分の1をやるだとかっていう風になった時に難しくなります。大抵の子がこんな感じ、先に倒立にはめたいがゆえに肩が決まってしまって遊びがないんですね。なのでもちろん競技会で減点をされないように倒立をはめるということもすごく大事なことですが、それより先に発展するようなシートを覚えていくということもすごく大事だと思います。そこに区別を少ししてあげればいいのではないかなというふうに思います。
ぜひこのような先のことも見越して、特にシート倒立なのかは注意して練習していただければいいのではないかなというふうに思います。皆さん頑張ってトレーニングを積んでください。それではもう一度スローで見てみたいと思います。はい、男子の方も同じような形でぜひシート、フットの方もトレーニングをしていただければいいかなというふうに思います。特に男子はシートに関しては力でやらないように、しっかり柔軟と懐の広さ、そういうところも十分やった上できちっとしたシュタルダーを覚えるようにぜひしてもらいたいと思います。はい、皆さんどうだったでしょうか。シートの解説、少し皆さんと違うところが若干あったと思いますが、私は私なりの哲学というか大事に置いているところのポイントを強調して今回お話ししたつもりです。もちろんシートの中で倒立をはめるという動作の中で肩から上がってくるだとかというようなところが、競技会の中では難度が取れないだとか減点されるだとかっていうのはありますけど、それともう一つやっぱり将来性というところを見た時にきちっと懐の広いシートを男女両方ともしっかり身につけてもらいたいなというふうに思います。先のことまでしっかり気にしながら基本の練習をやってもらいたいなっていうふうには思います。特に女の子に関しては力もないので、その辺の細かなところの意識が後々シート1回ひねりであったりシート2分の1であったりだとかということの技の発展に大きく影響してくると思いますので、このところをしっかり練習してもらいたいなというふうに思います。私は最後にシートを教える時にあまり遠く遠くっていう言い方はちょっとしません。なぜかというと、言ったようにお尻が落ちてしまうからです。それよりどちらかというと近くに回す、近くで回すっていうような表現の仕方を子どもたちにはしていますので、それもまたぜひ参考にしていただければいいかなというふうに思います。今回は以上になります。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではさよなら。